Welcome to Healing モーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。お久しぶりです。お元気でしょうか？皆様のおかげでモーセ姫のチャンネルは今月4周年を迎えます。本当にありがとうございます。今日は久しぶりに11月の流れマンスリーリーディングをお届けしたいと思っています。はい、じゃあ今日選んでいただきたいのは3択です。左からグリーン1番の方、2番ブルーの方、3番ピンクの方になっております。さあ、ピンときたカードをお選びください。それでは本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方の11月マンスリーリーディングしていきたいと思います。はい、8×4 プラス4枚のカードになっています。少しハウスグランタブローも入れようかなとも思っているんですけれども、今日はちょっとこの形にしてみました。まずここがすごいですよね。あなたがここにいて、あの人がここにいて、とっても近い距離にあの人といます。そしてハートとクロスのカードと一緒に出てるので、もうお二人は運命共同体というかソウルメイトって言ってもいいんじゃないかなというふうに思っています。あの人はあなたのことが大好きだし、理想の人、一緒にいたいっていう風に出ていて、かなりあの人の強い思いが感じられるんですね。じゃああなたはっていうとどうしたんだろう。あなたの横に蛇もいるし、あなた自身があの人のことは大好きだったっていう風にしたいのかなと思って、今あなたの中であの人のことは大好きなんだけれども離れた方がいいとか、距離を置いた方がいいとか、そういうふうに思っている部分もあるような気がする。それか、複雑な恋愛の方も多いのかなと、秘密の恋っていう感じもするんですよね。で、まず今月11月の流れがどうなっていくかというところを見ていると、リング、ネズミ、タワー、鳥が出てるので、何か約束とか形とかを一回壊したいっていう感じが出てる。なんかそのための話し合いっていう感じが出てるので、あなたの方から何かあの人に話があるとか、そういう感じになっていくのかなというふうに思っています。そこかな。私が今回気になったのがですね。で、ハウスグランタブローで見ると、ここの部分が、この怒りのカードの部分がハート、いわゆる愛情の部屋になっていて、そこに怒りが出てるので、なんやかんや言いながらもやっぱり2人はつながっていくんじゃないかと思います。例えばあなたから何か話を切り出したとしても、結局はやっぱりあの人との絆とか、なんか半分夫婦みたいな気がするんですよ。なので簡単にこの絆は切れないっていう感じが
出ているのかなというふうに思っていますよ。それがすごくあるかな。そして16、そうだな、18、やっぱりね、ここが恋愛のところかなというふうに出ています。で、じゃあね、もう少し見ていきましょうね。今月の流れ、船、星、フォックスが出てるので、今月環境が変わった人、旅行に行く人、遠くに行く人、なんかそういう人がねいるのかな。特に仕事とかで、出張とか転勤とか、そういう可能性もあるのかもしれません。憧れのあの場所に行くみたいな、そういうのがすごく出ているかな。そして、今月の後半が無知、熊、家、雲、家の中がですね、まだきちんと片付いていなかったりとか、家の中の片付けイコールあなたの心って思っていただいていいんですけれども、少し空気の入れ替えが必要だったりとか、いらないものを処分していきましょうみたいな、この家の中がすっきりすると随分あなたの心も晴れると思うんですよね。そしてこれお母様かな、誰かな、もしかしたらね義理のお母様とかそういう人もいるかもしれないんですけれども、なんか一番のあなたがなんとなく圧迫感がある、家の中なんだけれども少しきちんと疲れが取れなかったりとか、眠りにくかったりとか、深く眠れなかったりとか、そういうものも出ているのかなというふうに思っているので、とにかく捨てる、片付ける、掃除をする、そして空気をきれいにしてほしいっていうふうに出てるので、セージを焚いたりとか、好きな香りとかお香とかで家の中をリフレッシュするのもいいのかなというふうに思っています。でですね、ここがもうすごくもう結びつきがあの人とあなたが強いから、もしあなたが離れたいって言ってもなんかね結果的にはあの人との関係が私はつながっていくんじゃないかというふうに思っています。で、お仕事のことも見ていきます。自営の方はいいですね。お客さんがどんどん増えてくるとか、これぐらいの目標、あなたの目標がきちんと達成できるとか、そういうふうに出ています。かなりこれは願望、実現できる願望、夢が手が届くっていう風に出ています。案外若い方とかが増えてくるような、そういう感じがしていますね。で、会社員の方、会社員の方の今月の流れなんですけれども、今月人間関係がねちょっと辛そうな感じがするんですよね。この会社の中にあなたが苦手な人がいる、何を考えてるかわからないっていう表裏があるような、そういう人がいて、少し一番のあなたが気疲れしているような、そういう部分が見えるかな。で、仕事の流れを見ていくと、怒りの次がこの道のカードなんですよね。で、道っていうとあなたがどうしよう、迷った末に選ぶっていう風に出ています。なので今あなたは少し行き詰まり感みたいな、そういうものがあったとしてもきちんと解決ができていく。
きちんと道が見えていくような、そういう感じがするので、なんか今月を抜けたら随分楽になっていくんじゃないかなというふうに思っています。そして今月の金運、はい、お魚さんはどこにありましたね。はい、今月は、はい、お金が予算よりも使ってしまうっていう感じが出ています。使ってしまうんだけれども、でもそれでもまたしっかり入ってくるとか、こう大きなお金として入ってくるって出てるので、なんか結果的にはこれはすごくプラスになるんじゃないかな。そしてあなたの人気がいわゆる金運に直結するっていうふうに出てるので、会社員の方でも例えば何か副業をしているとか、そういう方は嬉しい臨時ボーナスというか、そういうものが出てくるんじゃないかなというふうに思っています。ある程度予算があって、そこで使うのは全然いいと思います。で、衝動買いもあるかもしれないんだけれども、でもあなたには金運がね、金運の神様がついているような気がするので、そういう意味では今月はかなり黒字になるんじゃないかなというふうに思っています。あとはちょっと待ってくださいね。なんかあなたが今何かね、大きな秘密を抱えているとか、秘密の恋で悩んでるような気がするんですよ。案外長い期間頑張ってねいらっしゃるのかなっていう感じがして、だからこそこんなに愛し合ってるのに、あなたが距離を今作ろうと思っている部分もあるのかもしれません。でもな、恋愛の流れ、確かにね、蛇が出ているんだけれども、ライバルとか敵がいるっていうふうには出てはいるんですけれども、でもなんかね、一旦離れるような形になったとしても、でもそれでもやっぱり離れないっていう流れになるんじゃないかなというふうに思っています。あとは何かお伝えできることあるかな。出会いを求めている人とかは、新しい出会い、新しい流れ、そういうものがあるよっていうふうに出てるので、いろいろな偶然が重なる人とかはご縁がある人なのかもしれません。はい、じゃあ今月のあなたへのアドバイス見ていきましょう。このカードと、このカードで出していきたいと思います。じゃあ今月のラッキー、アドバイスが常2枚出しました。さあ、これでじゃあ今月の1番の方へのアドバイスになります。はい、なんかね、たくさんね持っているというカードと、両方なんか持ってますね。そしてなんか笑顔、プラス思考を忘れないでっていうことと、ですね、これあなたのなんかしなければならないこととか、
あなたの目標に向かってきちんとイエス・ノーをもう一回考えてみる。本当に自分にとって必要かどうか。そしていらないものは思い切ってノー、もうさよならしましょうっていうことをまず言っているんですよね。ですでにあなた自身っていうのがたくさんの宝物を持っている、このね笑顔と一緒に持っていて、そしてあなた自身のその考え方を無理にポジティブシンキングにするつもりなんかしなければならないことはないです。でもやっぱり笑顔っていうのは忘れないでねって。あなたはすでにたくさんの宝物持ってるよ。愛情とかお金とかしっかりあるよって出ていて、ただ自分の中の必要なものとそうじゃないものっていうのはきちんと白黒はっきりとつけてもいいかもねっていうことは言っていて、そして今月のラッキーカラーはグリーンなんですけれども、特にこのグリーンっていうのは第4チャクラ、ハート、胸のところのチャクラを表す色になってるので、あなたの心をとにかくいつも幸せでいてほしいなって思います。あなたはもうすでに幸せだよって、たくさん愛されてるよって、その穏やかな気持ち、幸せな気持ちで心をいっぱいにしてほしいなというふうに思っています。でこのグリーンをどこかに取り入れながらこの11月は過ごしていただきたいかなというふうに出ています。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方、リーディングをしていきたいと思います。はい、あなたのカードがねここにあって、あなたの真下にこの鎌というカードが出てるので、なんか最近あなたが何か大きな決断をしたとか、腐れ縁をバシッて断ち切ったとか、断ち切りたいっていうこともあるかもしれないんですけど、何か今までずっと勤めてた会社を例えば辞めるとか、なんかねずっと付き合ってたあの人とか片思いのあの人を諦めるとか別れるとか、なんか離婚を決めたとか、なんかそういう感じがすごくするんですよ。すごく痛みは伴うんだけどすっきりしてる感じがします。人によってはダイエットが成功したっていう人もいるかもしれないんですけどね、すごく心も体もなんかスリムに、なってるなーっていう感じです。であなたがここにいて、あの人はこの左側にいるので若干距離はあるんですよね。で距離はあるところに蛇が、いたりするので、あなたとお相手様の間にいわゆるなんか邪魔な存在がいるなというふうに、まず感じられます。でどうなんでしょう、あの人にお子さんがいるのか、それともあの人はなんか年齢差のある人が好きなのかっていう感じで、もしかしたらあなたとお相手様っていうのが年齢差のある人なのかもしれませんね。そしてあの人はこれはねあなたのことむちゃくちゃ好きだと思うんだけどな。なんかあなたの方はなんか
なんかバッシリと立ち切りたいみたいな感じが出てはいるんですけれども、あの人はすごくあなたのことをなんか思ってくれてるよな、強く思ってるよなっていう風に出ているんですね。で、ハウスグランタブローっていう読み方もがあるんですけれども、ここ1からずっといって24番目、ここにハート、このハートっていう列というかハウスになるんですけれども、この今月の恋愛のところにあなたは道というカードが出ているので、あなたがやっぱり決断するんですよね。どっちか選ぶとか、なんかそうなんです。今月はそういう岐路に立ってる感じがします。なのでこの断ち切ろうってしてることも関係あるのかなっていうふうに思ったりしていて、そうですね。そうなんです。ここに山が出てるでしょ。そして左上にハートが出てるので、なんか恋愛が一旦休戦状態になるというか、すごく冬の山道をなんか登っていってるんですよね、この絵が。ね、そういうものが出てるので、なんか辛い恋愛とかあなたが我慢することが多いのかなっていうふうに思うと、ね、この決断をすることは私は2番のあなたにとってはとってもいいこと、気持ちが楽になることなんじゃないかなというふうに思います。で、今出会いを探してるっていう方はここにハートとねライダーが出てるので、なんかすごい運命の出会いとか一目惚れとかそういうものがあるんじゃないかなというふうにも思っています。そして今のこの2番のあなたがなんとなくお食事がきちんと取れてなかったり、ショックなこととか大きな決断とかそういう風に出ているんですけれども、どんどんね元気になっていきますよ。気持ちが徐々に落ち着いてくるとか、行動範囲が広くなってくるとか、健康に目覚めるとか、そういう風に出てるので、少しずつ元気になる、健康を取り戻す、精神的な安定、そういうものが出てくるかなっていう風に出ています。じゃあ少し具体的なことを見ていくんですけれども、はい、じゃあまず仕事、あなたが自分で仕事をしている、自営業、アルバイト、パートの方から見ていきましょう。カードがあった。はい失礼しました。まずすごいむちゃくちゃ頑張ってますね。なんか無駄遣いとかを減らしたりとか、なんか人件費削減とかそういうことをなんかすごくしているっていう風に出ています。で、身を粉にして働くって出てるので、かなり体無理してませんか、頑張りすぎてませんかっていう風なのが気になります。でも今月あなたの
こう頑張りが形になってきます。売り上げが伸びるとか、こう目標に手が届くとか、こう人の交流が盛んになるというふうに出ているので、そういう意味ではこう仕事は頑張った分だけしっかりと成果が出てくる、そういうふうに出ていますよ。なので今月の流れはまず、すごくいいですね。そして会社員の方見ていくと、ちょっと会社の中になんかこう嫌な人がいたりとか、なんか嫌な噂を流されたりとか、そういう感じで少しあなたが疲れていたのかもしれません。でもこうあなたが何か決断するって出てるので、もしかしたらこう仕事を変えるとか辞めるとか、別の部署に行くとか休むとか、こうそういう感じになりそうです。すごくなんかすっきりしていくような気がするし、健康も整うって出てるので、このあなたの決断を私は後押しをしたいなというふうに思っています。そして11月の2番の方の金運は、まず交際費がすごく今月かさむというふうに出ているので、飲み会が増えたりとか、いろいろしていくのかなっていう感じがしていて、で、あなた自身もなんかこう心境の変化とか、メイクとかお洋服とか髪型とか、そういうものを思い切って変えたいというふうに出てるので、そういうところにもこうお金をこういわゆる使うというか、自分に投資する、そういうことができていくような気がするので、そこはすごくなんかいいような気がするんですね。ただうまい話には気をつけてくださいと。ここはなんか非常に慎重になっていった方がいいよというふうに出てるので、なんか鵜呑みにするのではなく、なんか疑うぐらいの気持ちの方がいいのかなというふうに出ています。で今月なんですけれども、こうあなたの家の中で少しなんか環境がこう良くなかったりとか、家の中の雰囲気があんまり良くなかったりっていう部分があるかもしれないんですけれども、そこはきちんと解決がこうできていくとか、穏やかなこう家の時間が過ごせるようになるっていう風に出てるんですね。特に夜とか、この美容とか、実際に月を見るとか、この時間の使い方がすごくリラックスできて、こう美にもつながっていくって出てるので、こうあなたのこのモヤモヤっとしたものがきちんと解決できて、あなたに穏やかな時間、特に夜しっかり眠れるようになるとか、美容の時間に当てれるとか、イコールそれで美しさが蘇ってくるとか、そういうことを言ってるのかなというふうに思っています。なんかね、恋愛のところで決断というふうに出ているので、今月はすごくなんかね、もしかしたら仕事も大きな、なんて言うんでしょうか、決断をするかもしれないので、今月はあなたにとってすごくこう痛みは伴うかもしれないんだけれども、でも決断した後はすごく楽になっていくのかなというふうに出ています。じゃあ今からアドバイスを、このカードで出していきたいと思います。じゃあ2番の方へのアドバイス。さあまず出たカードが
このカードと、よいしょ、あとエンジェルアンサーからもこのカードと、よいしょ、これかな。はい、じゃあ開いていきましょうね。さあ、2番のあなたへのアドバイスがなんかすごく1年後にはなんかものすごく大きな変化が合ってるような気がするんですね。なんか今から始まるっていう感じが出ていて、そしてなんか真実をこうきちんと伝え合うとか、なんかお互い目を見て本音を話す、これがアドバイスで出ていて、そして許すっていう風にも出ているので、これはなんかパートナーのことを許すっていう意味もあるかもしれない。でも私はなんとなく今月こういういろいろな決断があるじゃないですか。そうすることによってあなた自身の自分の決断を自分でなんて言えばいいのかな、この決断はいいことなんだよっていうふうに自分できちんと思ってほしいです。自分を責めたりとかするんじゃなくって、そしてあなたの本音というか、あなたの本当の気持ちはどこにあるかっていう風な感じで、私はなんかこれ最初パートナーかなと思ったんだけど、鏡っぽくも見えるので、自分の気持ちにしっかりと素直になること、素直になって自分の決断を許してあげること、そうすることによって来年の今頃にはなんかすごく大きな変化が起こってるのかなっていうふうに思います。仕事でも恋愛でも。そして今月のラッキーカラーはこのターコイズなんですよね。ブルーという色が出てるので寒いんですけれども、海とか湖の近くに行くとか、あとはしっかりとお風呂に入る、こういうリラックスの時間を持つこと、それも今月のラッキーアイテムとして出ています。温泉とかもね、お水というキーワードから捉えるとすごくいいのかなというふうに思っています。これが2番の方へのメッセージです。どうぞ素敵な1ヶ月をお過ごしください。はい、じゃあ3番の方のリーディングをしていきましょう。はい、あなたのカードがまずここにあります。そしてあの人はね、もうすごく近くにいて、お互いに挟み合ってるカードがこの月っていうこの恋愛とか母性とか人気とか輝きとか、そういうとてもポジティブなカードとキーという解決ができる、なんか明るいカードに2人がすごく照らされてるんですよ。だからすごく幸せな感じがする。で、過去はっていうと、一旦連絡が途切れた時期とか離れた時期とかあったり、運命の出会う順番、運命のことをなんでって思ったりとかしたこともあったかもしれないけど、今はそういう辛いこととか乗り越えて今のお二人があるような気がするんですよね。でもあなたの下に蛇が出てるので、
いろいろな状況は乗り越えたんだけれども、ライバルがいるとか奥さんがいるとか、そういうことは変わらない、そういう大きな状況は変わっていないのかなっていう感じがしています。でなんかここでね、すごくリアルな三角関係みたいなものが見えるんですよね。でそれはすごくドンドンドンって感じで感じました。で今月の、流れからまず見てみると、ネズミ、ハート、鳥、そして道、庭、家、ワンちゃん、家が出てるので、なんか後半はすごく良さそうなんですよ。11月の。でも前半っていうと、なんか恋愛のことで心配が起こったりとか、なんとなくあなた自身がもやってすることがあるかもしれないですね。なんかあの人の気持ちがいまいちわからなかったりとか、どこに本音があるんだろうみたいな、そういうものがあるかもしれないんだけど、そういうものもきちんとクリアになっていくような、そういう感じがしています。でハートの下に星というカードがね出てるので、やっぱりお二人の恋愛はお互いにとって理想の人だったりとか、もうかけがえのない人っていう風に出てはいる。出てはいる。ただコミュニケーションのところで、少し行き違いがあったりとか、言葉がきつくなってしまったりっていうのもあるかもしれないんだけど、それも解決していくって出ていて、でハウスグランタブローの見方で見ると、ここ1から始まって、ここ24番目のカード、ここハートのカードに当たるんですけれども、ここに花束のカードが出てるので、やっぱり恋愛において今月サプライズとか嬉しいこととかお祝いとか、そういうもの、プレゼントをもらったりとか、そういう流れになるような感じがするので、なんか今月はね、なんかもう幸せな1ヶ月、特に後半なっていくんじゃないかなというふうに思っています。で今月あなた自身の持病とかもあるかもしれない。人間関係とか母親とかライバルっていう人を表すこともあるんですけれども、今まであなたを苦しめていた人がいなくなるって出てるんですよ。いなくなって、あなたが明るさ、健康、人気、そして人間関係、なんかそういう大復活っていうものが出てるので、かなりすごく明るくなるって言えばいいのかな。気持ちもそうなんだけど、いわゆる邪魔な人がなんかいなくなるとか、転勤するとか、会社辞めるとか、なんかそういう感じであなたの目の前から消えてくれそうな、そういう感じが出てるかなっていう感じです。なのでやっぱりね、後半はやっぱりいいんじゃないかなというふうに思ってます。特にいて座の季節、がよりあなたが輝いていけるのかなというふうに出ているような気がしていて、ちょっと待ってください。はい、じゃあまずお仕事のこと、自営業、アルバイト、パートの方から見ていきたいと思うんですけれども、なんかね、すごくあなた自身が新しい何かを生み出したいっていう感じですごく頑張っているような気がするんですね。でここ
こにお金とか人脈のカードが未来に出ています。で、鎌っていうカードも一緒に出てるので、あなた自身がいろいろ経費を削減していく、そして利益を残していく、それが出ていて、あとこれ頑張った収穫っていう意味もあるので、なんか今まで一生懸命種まきをしていたことがようやく実になって収穫できるよっていう時期に当たるのかなって思うので、かなりお仕事運とか売り上げとかそういうものはいいような気がします。かなり良さそうです。そして今度は会社員、サラリーマンの方を見てみると、なんかね、モヤモヤっとしてる。仕事も忙しかったんですね。ちょっとクレームが入ったりとか、嫌な噂を聞いたりとか、そういうことがあって、あなたの心がなかなか晴れないかもしれない。今はですね。でもこれからの流れが、新しい風向きが来て、環境が変わって、なんか上が変わったりとか、シニアスタッフが来たりとか、そういう感じですごく穏やかな感じになりそうなんです。そういう意味では、新しい環境に行くわけじゃないかもしれないんだけれども、すごくあなた自身が転職したような、そういう感じになるのかなっていう感じがするので、この気持ちが明るくなる分はすごくいいかもしれません。あとは出張とかが増えるのかなというふうにも出ています。そして今月の金運なんですけれども、はい、金運が、引っ越しとか旅行とかでお金を使ったっていう風に出てはいます。で、今月はなんか飲み会とかも、例えば2次会3時間とか行くんじゃなくって、ちょっと控えたりとか、回数を控えたりとか、そういう感じであなた自身が非常に節約をしているように見えます。で、何か忘れていた何か、例えば定期が満期になるとか、なんかそういう嬉しいサプライズ的なものが、あなたに入ってくるとか、契約があるよっていうことが出てるので、これはなんか頑張ったご褒美っていうよりも幸運ですね。なんか幸せなことが金運で起こるよっていう風に出てるので、そういう意味では嬉しい出来事が起こるのかなという風に思っています。まあね、この恋愛のところでなんかこういうプレゼントとかそういうものも出ているので、愛される喜びとかも出ているので、そういうものももしかしたら入ってくるのかもしれないですね。で、あとは何かお伝えできること、後半が良くなるからですね、ここはすごく楽しみかなと思うので、じゃあ今からアドバイス見ていきたいと思います。じゃあこちらのカードと、あとこちらのカードでアドバイスお伝えします。まずアドバイスがこのカードと、あとエンジェルアンサーからもこれと、あと1枚、じゃあこれ、じゃあこちらが3番のあなたへのアドバイスになります。なんかね、ギフトのカードと
もう心配いらないよっていうことと、信じる、真実。はい。こうあなたの信念、3番の方、なんかそれを大切にしてほしいかな。その信念は何かっていうと、私の未来は心配いらない、大丈夫、今月うまくいくみたいな、なんかそういう自己暗示がやっぱり今月はね、とても大切なような気がする。もう心配をもう手放しましょうって感じです。もう手には何も持ってないよっていう風な感じで。そして虹がね、これダブルレインボーがかかってるので、きちんとご先祖様とか天使様がこう見守ってくれているんですよね。そしてなんかいろいろな、例えば何かどこかに旅行に行ったって言ったら、それこそなんかね、みんなにこう幸せのお裾分けみたいな、そういうのもいいかもしれないし、こう綺麗な写真とか、今ね皆さんインスタとかされてるかもしれないんだけど、そういうのでぜひシェアを、なんかねいっぱい幸せのシェアをしてほしいなっていうふうにも思います。それが3番の方の自分の幸せに返ってくるっていう感じもするんですよね。で、今月のラッキーカラーはピンク。こういうピンクをあなたの生活の中に取り入れていただきたいなって思うし、特にこの11月は、私は大丈夫、私は心配いらないっていうことをこうしっかりと自己暗示としてこう何回も言葉に繰り返し出して言うとか、なんかこう書いたものを自分で写真に撮るとか、なんかそういうのもすごくいいのかなというふうにも思っています。とにかくなんか前半はいろいろモヤモヤすることとかがあったとしても、後半にはかなり穏やかでこう幸せ、安定、そういうものが出ているので安心していただきたいなと思いました。はい、これが3番の方へのメッセージです。